うっそーん。今度は何？最近はコメント欄に強力なデバッカーたちが現れてて、俺のモヤモヤが大変なことになってるんだぜ。QFT は何万回と繰り込みで計算を合わせてるだけで、実在を証明してるわけじゃない。天動説だって計算は合ってたんだから、QFT も同じ穴の無地なだって言うんだぜ。面白い指摘だね。面白いか面白くないかはこの際どうでもいいんだぜ。俺のモヤモヤマックスどうにかしてくれなんだぜ。この問いは、今回私たちがやろうとしていることの確信をついてるの。確信？そう確信。計算が合うことと実在することは同じか。これがこの第4章全体を貫く問いになるわ。でかい問いだな。まず天動説の話をしましょうか。プトレマイオスが完成させた天動説はね、惑星の動きを終点円という大きな円の上を10円という小さな円が回る仕組みで説明したの。ちょっと思ってたのより複雑なんだぜ。しかも太陽が地球の周りを回ってるのに、惑星も別々に回ってるのか。太陽系で地球と太陽を入れ替えたような、もっと単純な構造だと思ってたんだぜ。そうなの。入れ替えで済むレベルじゃないね。地球を中心に宇宙が動いてる説の中身は意外と複雑なのよ。惑星が時々逆走する逆光現象を説明するために、プトレマイオスは円の上にまた円を乗せるという修正プログラムを何重にも重ねた結果、こんなに複雑になった。でもね、この分かりにくい仕組みが当時の観測データと驚くほど精密に一致していたの。精度高かったの？高かったの。だから1000年以上信じられ続けた。計算が合う。予測が当たる。これが正しい理論の証拠だと思われていたわけ。でも間違ってたんだぜ。そう。コペルニクスが地動説を唱えて、ケプラーが楕円軌道を発見して、ニュートンが万有引力という、なぜそう動くのかの理由を与えて初めて、地動説以外では成立しないということが確定したの。計算が合うだけじゃダメで、なぜまで説明できて初めて実在に近づけるってことか。そういうことなの。じゃあ QFT はどうかというと、繰り込みで無限大を処理して、実験値と合わせに行くという手法は確かに天動説の終点円に似た匂いがある。そうだな。地動説の自然に導かれていくエレガントさがないんだぜ。じゃあやっぱり天動説と同じじゃないか。ちょっと待ちなさいよ。天動説はどこかに当てはまる数字を入れれば計算が合うという作りだったけど、 QFT はね、実験値を入れる前の段階でも対称性という純粋な数学だけから理論の構造が決まってるの。しかもその構造から誰も予想していなかった反物質や中間子の存在まで予言して、後から実際に発見されたのよ。でも天動説にはそれがなかった。計算を合わせることしかできなかった。 QFT は計算を合わせながら同時に誰も頼んでいない真実まで暴き出してしまう。なるほど。それが天動説との決定的な違いか。でもね、コメントの人が言いたいことも間違ってはいないの。QFT は低エネルギーの範囲内では完璧に機能する。でも重力を含めた宇宙全体を説明しようとした途端に破綻する。その意味では、天動説が地球の近傍では精度よく機能したのと同じ構造を持っているのよ。有効理論 EFT って話だな。適用範囲の外に出たら壊れる。そう。だから天動説や QFT が完全に間違ってるでも完全に正しいでもない。適用範囲の内側では実在に最も近い記述を与えているけれど、 QFT のその外側に何があるのかまではまだ誰にも見えていない。その外側を覗きに行ったのがひも理論やループ量子重力だったわけだな。そうだね。で、覗いたらただぐちゃぐちゃになっただけだったっていうのが前回の話。でもさ、最近になって地動説にだって矛盾があって、天動説支持してるの。あれなんだぜ。また美味しいとこ来たね。アインシュタインの最後の名言、覚えてる？すべては相対的、そして不確かさに満ちているってやつ。あ、相対性理論シリーズの締めくくりなんだぜ。ブラックホールですら銀河の中心にはいないってやつだな。そうそう。この宇宙に正しい中心なんてものはない。相対性理論には一般境変性というルールがあってね、地球を止まっている中心、基準点にして全宇宙の計算をしても、物理法則は完璧に成立する。つまり地球を中心に据えて計算を始めても、正しい数式を使えば完璧に GPS が動き、天体の位置を1ミリの狂いもなく言い当てられる。アインシュタインに言わせれば、コペルニクスも天動説の信者も、どっちも正しいのよ。どこを止まっていることにするかは究極
学的には単なる観測者の主観、つまり設定の問題に過ぎないんだから。はあ、どっちでもいいのかよ。じゃあなんで天動説は完全否定されたんだ。太陽を中心にした方が宇宙をシンプルにより多く美しく記述できるからよ。おかげで宇宙をイメージしやすくなったじゃない。そうだな。頭の中で終点円に10円のパッチ当てはさすがにやってらんねえな。それと天動説も完全に捨て去られたわけじゃなくてね、プトレマイオスが残したバグを何世紀にもわたって取り続けていて、コペルニクス以降も観測の天才ティコブラアイによって地球は止まっていて、太陽が地球の周りを回り、その他の惑星は太陽の周りを回るっていうより複雑に進化したハイブリッドモデルが作られたの。なんじゃそりゃ、もう何でもありだな。だから言ってるじゃない。観測計なんて宇宙のどこに置こうが正確に計算できるんだって。しかもこれ数学的には地動説と全く同じ予測精度を持ってるのよ。じゃああれか、アインシュタインの一般境変性も完璧に裏取れてるってことか。すごすぎてなんかめまいしてきたんだぜ。じゃあなんでわざわざ地動説って、俺たち地球にいるのに遠回りじゃね。計算が楽だから。理由はそれだけ。ブラエシステムでも実用上の問題はないの。でも地球にすがるあまり、その正確さを担保する計算量が半端なくなってしまった物理学者はいつの間にか宇宙がどうなっているかを問うのをやめて、どう書けばスプレッドシートの関数が短くなるかだけを競うようになってしまったんだね。でも面白いのは、その計算効率の極限を追求して最短の数式設定にたどり着くと、数式が勝手に反物質や空間の歪みといった人間が想像もしなかった真理を喋り始めたの。ならば計算が合うことと実在することは同じなのかという問いに、物理学が100年かけて出した答えは、計算が合う設定こそが我々にとっての実在であるという開き直りだったのよ。はあ、真理を追うのを諦めて自分たちの設定に実在の方を合わせに来たのかよ。物理学者の正体は真理の探求者じゃなくて、机の上で都合のいい関数をガリガリ作ってるだけの超一流のエンジニアだったのかよ。まあこれ言っちゃおしまいなところもあるんだけど、そういうことね。そしてエンジニアが計算を早くするために一番最初にやることは何だと思う？不要なデータの削除か。正解。ノイズの切り捨て、トリミングよ。じゃあそのエンジニアたちが信じてる観測ってやつも、自分たちが計算しやすいように宇宙の情報を勝手にトリミングしてるだけなんじゃねえのか。かもしれないね。今回はその観測という名の不気味な情報の切り取り、レコードの正体を暴いていくよ。コペンハーゲン解釈という設定がなぜ100年間誰にも壊せなかったのか、そしてその設定を壊しに行った物理学者たちが何を見てしまったのか、それをやるよ。ボーア P 被害者の会じゃなくて、もっと深いところに行くの？そうだね。ボーア P は入り口に過ぎないの。本当の怪物はコペンハーゲン解釈の奥に潜んでいるから。じゃあまずコペンハーゲン解釈が何を言っているのかを正確に整理しましょうか。ハイゼンベルクの不確定性原理は、観測装置の光子が電子を弾き飛ばすから位置と速度が同時に測れないという物理的な説明だったよね。こないだやったな。ミクロの顕微鏡のやつだな。因果率を完全否定するっていい。ニュートン力学に真っ向から喧嘩売ってる論文だ。そう。そしたらそこにボーアが、それは観測の邪魔の問題じゃない。宇宙の根本的な仕様だ。と割り込んできた。その結果コペンハーゲン解釈は、こう主張することになったのよ。量子は観測される前には確定した状態にない。観測という行為が初めて実在を確定させる。観測する前の電子には、ここにいると言い確定した位置がないって話だな。そう。確率の波として複数の可能性が重なった状態で存在していて、観測した瞬間に一つの現実に崩壊、あるいは収縮するというの。実在とは、量子状態、重ね合わせが崩壊した状態ってことでいいの？そうそう。量子論特有のこの七面倒くさい言い回しこそが諸悪の根源なんだぜ。言い得て妙というか、まあある意味そうかもしれないね。確率の波が観測した瞬間に一つの現実に崩壊する。この崩壊という魔法の一言で、ボーア P は計算できないプロセスを全て闇に葬ったのよ。出たよ。困った時の仕様ですだろ。観測する前に実在がないなら、誰も見てない時の
月は存在しないってことになる。アインシュタインのイライラポイントだったやつだな。宇宙には観測者に依存しない客観的な実在があるはずだという信念で、でもこれは後にデコヒーレンス理論の確立によって量子論の視点から見てもアインシュタインの主張は完全に正しいことが証明された。デコヒーレンスなんてどうでもいいレベルで、それって当たり前のことじゃないのか。なんでそんなことで何十年もわちゃわちゃやってたんだよ。そう思うよね。物理学がボーアの設定を受け入れたことで、あらゆる当たり前が当たり前ではなくなる前提まで同時に引き受けてしまったってことなの。コペンハーゲン解釈が主流になったのは正しかったからじゃないの。ソルベイ会議でボーアに言いまかされた物理学者たちが次々と折れていって、アインシュタインだけが最後までおかしいと言い続けたの。それがコペンハーゲン解釈は正しいという100年の常識になったのよ。多数決でもなく投票でもなく、ボーアの議論に誰も反論できなかっただけなの。そうなんだよ。ボーアはいわゆる論破王だったの。それこそ設定を物理学が受け入れたせいで、月は私が見ていなくてもそこにあるって、ほんとくだらない当たり前を証明するっていう悪魔の証明にアインシュタインの半生削られてるってことじゃん。そう、コペンハーゲン解釈に潜む魔物の正体は、真理を追求するのを諦めて論破王の設定にひれ伏した物理学の合意事項だったということ。ボーアっていう勝ち馬に乗った連中が自分たちの都合のいいルールを正義にして、負けたアインシュタインを時代の波についてこれない偏屈な老人に仕立て上げたんだろう。そうよ、戦争と同じ。歴史は常に勝った側によって書かれるの。アインシュタインはね、量子力学がわからないから反対したんじゃない。量子力学が実在を捨てて、ただの便利な計算機になり下がることが許せなかったのよ。彼は科学の魂、観測者に依存しない客観的な真理を最後まで守ろうとした。それが今の効率重視のエンジニアたちにはただの邪魔なノイズにしか見えてなかったのよ。俺たちが100年信じてきた量子論の常識ってのは、こんなくだらない理由で作り上げられたってことか。そうだね。でもコペンハーゲン解釈はその当たり前を捨てることで、量子力学という史上最強の計算機を完成させてしまったの。天動説の教訓は、計算が合うだけでは実在とは言えないだった。でもコペンハーゲン解釈は一歩先を行って、実在という概念そのものを棚上げすることを選んだのよ。棚上げって、ただの逃げじゃないのかよ。逃げなのよ。そうしないと話が進まない。でもその逃げが、スマホも MRI も半導体も生み出した実用上は完璧に機能する逃げというのがコペンハーゲン解釈の正体なの。なんかいろいろ納得いかないけど、ボーア P の設定が未だに現役なのはそういうことか。壊せないんじゃなくて壊すと困るんだな。そう。計算は正確に現象を予測するからこそ技術に転用できる。動いてるんだから設定だろうが丸飲みするっていうのが今のコペンハーゲン解釈のステータスってことなの。壊せないんじゃなくて、壊した後に何が来るかが誰にもわからないから壊せないのよ。そしてその壊した後を覗きに行ったのが多世界解釈 MWI とキュービズムよ。うわ、話がやばい感じになってきてるんだぜ。やばいわよ。多世界解釈はコペンハーゲン解釈の波の崩壊を受け入れない。崩壊するんじゃなくて、全部の可能性が別々の宇宙に分岐して全部実在するというのは説明したね。以前の動画でシュレディンガー方程式を解体したら、実はそういうことだったな。誰かが望んでそうなったわけじゃない。数式がそう言うからそうなんだろうということ。じゃあキュービズムは？キュービズムはもっとラジカルで、量子力学は宇宙を記述する理論じゃなくて、観測者が自分の経験を更新するための道具だという立場なの。宇宙の客観的な記述を諦めて、観測者の主観だけを扱う理論だというのよ。なるほど、全然わからん。波動関数はどこ行ったんだよ。量子力学なんだろ。ちゃんとあるよ。ただキュービズムにとっての波動関数は宇宙の真の姿じゃなくて、あなたが持っているギャンブルの計算シート、期待値なの。それをどう収束させるかはあなたの自由意志によるアクションが決めるというのよ。神はサイコロを振らないけど、あなたが振る。つまりあなたが宇宙を決めるの。俺は確定した宇宙に閉じ込められてるんじゃなくて、宇宙が俺の突っ込み待ちしてるってこと？
道歩いてて左に曲がるか右に曲がるかしない限り、曲がった先の宇宙は波動関数のまんまで、レンダリングすらされてないってことなのか。そう、あなたがアクションを起こした瞬間、宇宙は無限の可能性の中から、ひょいと一つを選んで、現実にレンダリングする。でもね、ここで一つ、最高に気味の悪い問題が出るわ。角の向こう側から歩いてくる、別の観測者の宇宙はどうなってるか。話どこまで行くんだよ。全然ついていけてないんだぜ。はい、今日はここまで。続きは次回。はあ、なんだよ。だったら中途半端にやるなよ。ひってえな。これもう物理学じゃなくて哲学じゃないのか。自己啓発とかも関連なんだぜ。俺たちが知ってる量子力学が目指してる方向性ですらないじゃん。そうなんだよね。哲学と科学、そのギリギリのラインを攻めてて、それでいて数式は完璧に機能してるという理理科学の真骨頂よ。なんか観測者って言葉が何度も出てくるんだぜ。キュービズム参戦でまた泥沼な予感しかしないんだぜ。素晴らしい。あなたのその直感は100億%正しい。コペンハーゲン解釈も多世界解釈もキュービズムも全部観測者とは何者かという問いを中心に回っているの。観測者が実在を確定させるのか、観測者ごとに宇宙が分岐するのか、観測者の経験だけが量子力学の対象なのか、どれも観測者の定義をどこに置くかで答えが変わってしまう。観測者って俺たちのことか。そう、量子系や物理系なんていう実験室の装置や望遠鏡で天体観測してる科学者の話じゃない。あなたのことよ。宇宙を観測しているあなたとは何者かという問いに物理学はまだ答えを持っていない。それがこのシリーズが掘りに行く場所よ。なんだよ、めんどくせえ動画だな。俺のモヤモヤスーパーマックスじゃねえかよ。伝導説の話から始まって気づいたら自分が何者かすらわからなくなってきたんだぜ。ようこそもやもや地獄へ。開幕宣言が怖すぎるんだぜ。